チャンネルへようこそ。今回はですね、リボルバーの握り方についてお話しさせていただきたいと思います。よくですね、皆さん映画とかで、ティーカップグリップっていうんですかね。ちょっとリボルバーでパイソン出しますね。リボルバーをこうやって握る、こうやって握る、下にこうやってつけて握る。これ確かですね、ティーカップグリップっていうんですよね。でこれをするといけないというお話が結構あるんですが、はい、通常リボルバーを握る際はこうやって押さえてクロスさして握ります。はい、ところがですね、この下をですね握るような感じでこうやって握るティーカップグリップというのもあります。こちらはですね、結構映画とかでやられてる人が多いですよね。それでですね、こうですね、ガンマニアとか重火器に詳しい方がですね、そんな握り方しねえよっていう人が結構いらっしゃいます。ただですね、この握り方基本的にはリボルバーであれば OK。 これセミオートはまずいですがリボルバー OK です。というのもですね、ちゃんと理由がありまして、セミオートの場合は暴発するとガスがマガジンのところからドーンと出てくるんですが、リボルバーの場合、仮に暴発した場合、ここが破裂するという感じになります。あれのところが暴発するみたいな感じなんですかね。なのでこうやって握っても正直問題ないんです。ただしこのティーカップグリップの握り方にも条件が一つあります。この握り方は確かにマズルコントロールをするのがすごく難しいです。強力な弾丸を撃った場合、手から外れる可能性があります。しかし先ほど言った条件というのがですね、片手でリボルバーを撃つことができればこうやって押さえても問題ありません。つまりどういうことかと言いますと、片手でそのリボルバー、片手でそのピストルを撃つことができれば、こういう構えをしてもこういう構えしても正直どっちでも問題ないということです。リボルバー愛好者のビデオ上に貼っておきますね。リボルバー愛好者のビデオでも何度も話しましたが、銃に関しては相性があります。なので一番慣れた銃で撃つのが一番ベストです。そういったところからその銃に馴染んだ撃ち方というものがあります。それが私が一番言いたいポイントです。慣れてる銃であれば握り方もおのずと自分に合った握り方になってきます。例えばグリップがものすごい大きい場合で自分の手が小さい場合、握り方も基本的な握り方で若干変わってきます。というのがですね、人の手はですね、それぞれ10人十色です。なので銃に関してもものによっては自分に合わない銃っていうものももちろん出てきます。ただしその銃に手を合わせていくっていうことも可能です。とにかく論より証拠ということでですね、今回22口径のリボルバーとあとコルトパイソン、これでティーカップで撃っています。そして何よりですね、自分が怪我せずターゲットに弾を当てること、これが一番重要です。侮らないでね。誤って銃を使うと怪我しますから侮っちゃダメ。手堅く22口径のシングルアクションリボルバーからいきます。ちなみにティーカップグリップでいきます。問題なく前段命中させることができました。カップです。
前段目中。まあ22口径は当たって当然だと。どんな握り方しても当たるだろう。だってリコイルが少ないもんっていう話ですよね。まあそう思いました私も。はい、22口径だったらティーカップだろうがなんだろうが当たります。じゃあパイソンでいきましょう。まず38スペシャルからいきます。今日でだいたい10メートルってとこです。ティーカップでいきますね。一発ほどミスしましたけど、まあ大体当たってますね。次は357マグナムで打ってみますね。次は357マグナムでティーカップでいきます。一発外しましたけど、他全弾5発命中しましたね。というわけでですね、結果、リボルバーであれば、こういったティーカップの打ち方でも、ほとんど当たるということでした。まあ私の場合これで打てるっていうのは、この357マグナムをですね片手で打ってるからなんですよね。あと、トリビアですが、これ全部打ちました。弾丸打った状態です。見えるかなで、基本的にこの状態で下に落とせばだいたい薬莢は出ます。で、落ちてないものに関してはイジェクターロット落ちるって感じですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければチャンネル登録、高評価お願いいたします。そしてコメントしていただける方大好きです。それではまた来週、ステイチューン。じゃあね。